どうも、ケイスケです。今日今土日に撮影しておりまして、ちょっと久々に土日あんまり予定ないんですよね。先週はモンゴル行ってて、その前もどっか旅行行ったりとか、その前は結婚式だったりとかしててずーっとバタバタしてたんですけども、少し余裕がやっと出てきました。でですね、ちょっと今日なんですけども、ライトルームのプリセットの話、山カメってみんな知ってますか？山口の方にある山本写真機店さんっていうね、フィルムカメラとかのフィルムの現像屋さんみたいなね、カメラ屋さんがあって、で、そこ有名なんですよ。僕もね、1、2度フィルムカメラの現像を出したんですけども、色が素敵で、最近だとルックバックっていう超有名な漫画があるんですけども、それが実写化されると、是枝監督で。で、その写真の記録を浜田秀明さんっていう方がやっていて、その浜田さんがよく使っている現像所として結構有名だったりします。で、そんな山カメからライトルームプリセット出たんですよね。で、気になるじゃん。買っちゃおうかなって先月思ってたタイミングで、なんと山亀さんからご連絡いただきまして、ちょっと使ってみてほしいということで連絡いただいたので、どんな感じなのか気になるじゃないですか。ね、知ってる人だったらやっぱさ、そのフィルムの色をデジタルで再現したいっていうのなんとなくあると思ってて、やっぱりね、フィルムを意識したライトルームプリセットなんですけども、果たしてどんな感じに色が変わるのか気になるじゃないですかね。ね。なので今回はせっかくご提供いただいたんで、どんな感じに変わるのか、せっかく先日モンゴル行ったのと、ちょっとその前に山梨行ったのとか、いろいろ写真の素材があるので、その辺を新しい山カラーっていうライトルームプリセットで現像してみたいと思います。早速、行ってみましょう。ちょっと今日はラフな感じですね。じゃあ早速いくつか、この辺のね、モンゴルの写真。ちなみにこれ、インスタ360ルナウルトラです最近ね、一眼だけじゃなくてインスタ360とかでも結構写真撮っちゃってる。拡大するとね、ちょっとなんかシャープネスが濃いなーっていう感じはもちろんするんですけども、これだけ遠くから撮影できるってすごいですよね。とか、いろいろね、モンゴルの写真とかたくさんあるわけなんですけども、やっぱね、フィルム写真すごく好きなんですよね。いつもニコンの F3 とか、あとハッセルブラッドのフィルムカメラとか持っていろいろ旅行くんですけども、やっぱそういうカメラを持って馬乗るは無理じゃん無理なのよ。ね、なので、これを少しでもちょっとフィルムっぽくしたいなとか思ったりしています。なんか比率がちょっと変わってるんで、比率だけ調整しちゃおう。もう写真はね、全部ね、0からにしてますね。じゃあまずこういうのいいじゃんね。はい。これからいきましょう。で、いろいろプリセットあるんですが、こちらですね。はい。山カラー。で、ちょっとね、山カラーのライトルームプリセット面白くて、僕が出してる自分のオリジナルのライトルームプリセットっていうのはいくつかカラーがあるんですよ。僕のに関しては基本的に旅行に行った時のその時の色っていうのをライトルームに落とし込んで、みんなでもそれを共有するって形でライトルームプリセットを作ってるんですけども、この山カラーのライトルームプリセットは基本はベースのプリセット1つで、それをちょこちょこっとカスタマイズしていくことによって、その同じベースからちょこちょこっと味付けして色を完成させていくというものになってます。基本的にはやっぱり同じ色の方が統一感出るだろうということで、そういう風にしてるみたいです。ってことでやってみよう。まずはこの山カラープッと。うわ、結構色変わるな。割とね、こう山本写真機店さんの色って青がバーン出る感じなんですよ。なのでその青さが出てるのかな。で、この1番のところがデイライト日中、これホワイトバランスですね。いろいろありまして、今回デイライトだからデイライトにしてみるか、デイライトエイジド。エイジドにすると何が変わるかはちょっと後ほど見ていきましょうか。ね、どっかで変わるシーンがあるのかな。こんな感じかな。で、次、2番目の、なんか2、3で分かれてるんで2番目いくか。2番目が、ちょっとしたトーンが変わるんですね。なるほど、なるほど。ちょっとハイライトが抑えられたりとか、なるほど。フェードが入ったりとかするわけなんですね。この辺好きかな。結構ポン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 と押して自分の好きなの見つけていけるんですね。で、あとはビネット。ちょっとこの周辺の露光落ちみたいなのができる感じになってます。あとね、気になるんであれば、ちょっと僕の場合はホワイトバランス上げようかなと思ったりとか、そんぐらいかな。ちょっとこう色転がせようかなとかするかもしれないんですけど、でも結構いい感じだな。ちょっとビフォーアフター、ビフォーアフター、ビフォーアフターって感じで結構違いますね。他にはこれとか、こ
これも色入れて、はいはいはい。デイライト、あ、やっぱホワイトバランス変えるだけで結構変わるな。あ、で確かにフェードさっき全然分からなかったんですけど、ちょっとこのフェード入れるとね、ぽくなりますね。やっぱ、デジタルとフィルムの写真の大きな違いってこの暗い時のフェード感。デジタルって暗くした時になんか普通に現像できちゃうんですよ。例えばね、こういうのをさ、普通にこうやって現像しようとすると、これデジタルっぽいんですよ、やっぱり。これ、よいしょ、これか。なんですけど、こうフェード入れるとちょっとフィルムっぽくなるというか、やっぱね、この辺のフェード感っていうのはすごくフィルムらしい感じがしますね。待って、なるほどなるほど。エイジド入れるとこんな感じでちょっとシャドウの部分にこのなんていうの、緑、色かぶりが入るんだ。いや、めっちゃいいじゃん。これめっちゃよくない？で、僕だったらもうこっからもう少し色少しあったかくしたりとか、ホワイトバランス気持ちいじるだけで完成しちゃうかも。いいやんいいやん。これとかはこれいって、でこれはもう夜中なんでデイライトじゃないと、タングステンかな。タングステンエイジド、もう少し暗いですよね。ちょっと明るさ変えて、でフェードがあるのでフェードをディープでかけちゃう。なるほどなるほど。でビネット、絶対僕なったでしょこれ、はい、とかこの辺もやってみましょう。これめっちゃいい。待って、これめっちゃいいじゃん。結構デイライトにすると割とホワイトバランスがこうかなり整う感じですね。そうなんだ。いいですね。で最後にちょっと持ち上げるぐらいが好きかも、この辺の方が。めっちゃいいじゃん。なるほどね。でこのもともとプロファイルが結構入ってるんですね、ここに。いいじゃん。あとこの辺とかですかね。この辺もやってみましょう。山カラー入れて、わあ、これでいいじゃん。これでいいじゃん。ちょっと山カラーの僕あったかい色味の方が好きかもな。1個勘違いしてたわ。このエイジドのところはデイライトの方が緑かぶりが入って、タングステンエイジドの方はちょっとマゼンタ寄りのフェードがかかる感じですね。悩むな。悩むけどなんか統一感出ていいっすね。こうやってやるとほらちょっとした統一感出るかも。なんかいい感じ。この厚やも編集しちゃうか。やっぱいいな。なんか元の色はそのままっぽいのに絶妙にそのままじゃない感じってあんまね出しづらいんですよね。フェードライトとかにしちゃう。でビネットちょっと気持ち上げちゃう、露出。でさ、もうさコピペしちゃえばいいんでしょ、ここら辺で。いいじゃん。ちょっとなんかオーバー露出気味なのもなんかいいっすね。青がすごい青々しいな。こんな感じになるんだ。いいやん。でこっちの方もいっぱいちょっとコピペしちゃって、いいですね。ちょっとこの辺暗かったから明るくしようとか。そういや最後さ、このインスタ360のもいけんの？おもろ、いけてるわ。いけてるけどなんかやっぱインスタ360感があるな。ちょっとこうやっぱシャープネスが強いんで、これちょっとなんかエイジしっかり入れた方が好きかも。いいじゃん。はい、こんな感じでしょうか。本当に今回ちょっと試すみたいな感じなので、ざっくりではあるんですけども、確かにフィルムっぽくなるかも。なんかね、山亀さんっぽい雰囲気はあるな。なんかこう青々しさとか緑の濃さとかそういうのもいいし、あとねやっぱこう室内に入った時ですかね。なんかねこう室内に入った時のこのちょっと色かぶってる感じ、どうしても自分で編集しようとするとなんかここを戻したくなっちゃうんですよ。ノーマルのカラーに戻したくなっちゃうんだけど、やっぱフィルムってそうならないのがいいと僕も思ってて、なんかその辺をちゃんと適切に出せるっていうのはこの山からの強みなのかなっていうふうに僕は感じました。ケイスケの動画、はい、ということでサクッとではあったんですけど、今回山本写真機店さんのライトルームプリセット使わせていただきました。やっぱこうフィルムの色を再現するって結構難しくて、例えば室内に入った時の色かぶりの感じとかどうしてもデジタルでやろうとすると直せちゃうから、なんか直しちゃうんですよ、適正なこう色に。でもその適正な色までなんか戻らない感じ、
どうしてもオレンジにかぶっちゃうとか、なんか色が入ってきちゃうっていうのが、なんかまたそれはそれでフィルムの味だと思ってて、なんかそれを自分で作ろうとすると結構やっぱね難しいというか変になっちゃうんですよ。そこをやっぱ今回のライトルームプリセットとか使うとちょっとやりやすいというか、なんかこうだよっていうルートを決めてくれてる感じがするので、なんかそういった意味ですごくいいなと思いました。やっぱねこうフィルムに関してはもうプロフェッショナルなんで、そのフィルムの質感とか試したいなっていう人はぜひこのプリセット試してみてほしいなと思います。はい、ということで今回は最後にそのね山カラーで現像した写真バーっと並べてお別れにしたいと思います。ぜひね面白そうだなと思った方は概要欄からねリンクチェックしてくれると嬉しいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Friends.